スーパーモデルの72分の1スケールフィアット G55S シルランテの仮組みを行うのだ。スーパーモデル、イタレリから派生したメーカーですね。そうそう、以前フィアット CR32 でも取り上げたメーカーなのだ。イタリア機専門メーカーの印象が強く、昔ながらの味わい深い金型が多いのだ。しかも今回は G55 でも G55S なんですね。G55S シルランテ。シルランテはイタリア語で魚雷搭載機という意味なのだ。つまり G55 の魚雷攻撃型バージョンなのだ。へえ、G55 って本来は戦闘機ですよね。そんな派生型があったなんて驚きです。そうなのだ。 G55S は3機ほど試作されたと言われている。この頃のイタリア空軍は地中海での船団攻撃を行っていた。 SM79 とかカント Z1007 みたいな3発機を使ってた時期ですね。そうそう。けれどあの大型3発機たちは速度が遅く防御力も低かったのだ。それでより高速単発で被弾率の低い機体が求められたわけですね。ドイツで FW190F や G など戦闘機をベースにした攻撃機が成果を上げていたのも影響したのだ。イタリアでも戦闘機に魚雷を積めばという発想が出てくるわけなのだ。なるほど、かなり野心的な試みですね。戦闘機を雷撃機に改造するには結構な変更が必要だったのだ。やっぱり魚雷を積むってなると大改造ですね。主な改修点はまず胴体仮面に 450mm 魚雷1本を検調できるようにしたこと。そのため機種のモーターカノンは残して 12.7mm 機銃を撤去して軽量化されているのだ。魚雷分の重量を少しでも補うために武装を減らしたわけですね。そうなのだ。さらにオイルクーラーの位置を変更して気流を改善、航続距離を稼ぐために燃料タンクも増設されているのだ。尾輪も大型化され離陸時の姿勢が安定するよう改修されたのだ。結構本格的な改造ですね。単なる魚雷付き G55 ではなくちゃんと雷撃任務に合わせた再設計だったんだ。そうなのだ。見た目も普通の G55 とは結構違っていて魚雷搭載時のシルエットが独特なのだ。キットの方もその回収ポイントを再現してるんですか？その通りなのだ。魚雷や専用ラック、それに関連するオイルクーラー、尾輪などが新規ランナーにまとめられているのだ。もともとの G55 キットにパーツを追加する形になっているね。なるほど、 G55 をベースに S 型を再構成したキットなわけですね。そうなのだ。つまり G55 本体の金型は共通で魚雷装備パーツが新規パーツとして追加された構成なのだ。ところでこの G55S っていつ頃に発売されたキットなんですか？その前に G55 本体の歴史から話すのが分かりやすいのだ。この G55 はなんとイタレリ最初のキットと言われているのだ。イタレリ第1号？それはすごいですね。スケールメイトの記録によると最初の発売は1968年。まだイタレリではなくアリプラストというブランド名だったのだ。当時はイタレリってブランド名じゃなかったのね。そうなのだ。しかしその後商標の関係など大人の事情でイタラエレイへと改名される。この時期に数人の社員が独立して新たに設立したのがスーパーモデルなのだ。つまりイタレリとたもとを分けたメーカーなんですね。まさにその通りなのだ。そしてその独立の際にいくつかの金型がスーパーモデルに移管された。その中に G55 の金型も含まれていたのだ。なるほどね。スーパーモデルがこの G55 を販売したのは1972年。同年魚雷型の G55S もリリースされたのだ。結構早い段階で S 型を追加してたんですね。そうなのだ。つまり G55 の金型をベースに魚雷用パーツを新造して再構成した意欲的なバリエーション展開だったのだ。こういうマニアックな派生型ってモデラーも好きですからね。スーパーモデルはその点が素晴らしいのだ。イタリア機をとことん掘り下げていたメーカーなのだ。この G55S の金型ってその後どうなったんでしょう？スーパーモデルがイタレリに吸収されたことで再び金型はイタレリに戻ることになるのだ。つまり元の鞘に収まったというわけだね。なるほど、出戻りなんですね。そうなのだ。そしてイタレリの創立50周年を記念して2012年にこの G55 が再販されているのだ。つまり1968年生まれの金型が2012年に再登場。実に44年の時を超えて再販されたわけですね。まさにイタリア航空模型史の生き証人なのだ。では早速パッケージの内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは魚雷を吊り下げた G55S なのだ。同じような構図の写真がありますね。箱の中身はグレーのランナー4枚、
透明パーツおよびスタンドが1枚、デカール1枚。組み立て説明書。それに塗装図も付属しているのだ。マーキングは2種類。イタリア社会共和国空軍所属機、イタリア共和国空軍所属機なのだ。なるほど。部品点数はスタンドも含めて全部で45点。72分の1スケールのレシプロ機としては部品点数はそこそこありますね。それではスーパーモデルの72分の1スケール、フィアット G55S シルランテの仮組み始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は全部で1パーツというか座席のみなのだ。操縦桿とかケーキパネルもないので、なのでパイロットには乗っていただかないとなのだ。次はプロペラですね。プロペラはスピナー含めて5パーツ構成。後部は胴体に埋め込む軸止めとなる。その他エアインテークパーツを切り出して終了ね。次は主翼、水平尾翼、胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。操縦席とプロペラを挟み込んで接着なのだ。ここで先ほど切り出したエアインテークを接着ね。そうなのだ。胴体のモールドはどうでしょうか？凸モールドとなります。結構太めのモールドなのだ。主翼はどうでしょうか？主翼は全部で3パーツ構成。主翼下パーツに左右主翼上パーツを貼り合わせる。主翼のモールドはどうでしょうか？こちらも凸モールドとなります。ここで胴体と合体ね。胴体と主翼を組み合わせるとこんな感じなのだ。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体に差し込む構造となるのだ。ここはいつもと一緒ですね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーはワンピースとなっているので操縦席の開閉選択ができない。厚みがありますが透明度は問題なさそうね。まあ問題なしでいいかな。次は足回りですね。まずは左右主脚。主脚は左右それぞれで5パーツ構成。タイヤと支脚、カバーの構成ね。胴体に接着するカバーもあるのだ。次は尾輪ね。尾輪は1パーツ構成となっているのだ。尾輪には整流カバーがつくわけね。次は細かいパーツなのだ。まずは主翼に取り付けるパーツね。左右主翼下にオイルクーラーを取り付ける。それと爆弾下装装を吊るスラックの取り付けね。胴体下にはライトも取り付けるのだ。最後は吊るし物ね。このキットの最大の主張ポイントなのだ。胴体下に魚雷を1本吊るせるのだ。魚雷は5パーツ構成ね。有事の金具も取り付けるのだ。では終わりに総評なのだ。今回はスーパーモデルの72分の1スケールフィアット G55S シルランテの仮組みレビューをお届けしたのだ。仮組みしてみた感想はどうでしたか？古いキットではあるけどプロポーション自体は悪くないと感じたのだ。ふむふむ。その反面成形が荒く手を入れたい部分もいくつかあったかな。モールドの印象はどうでした？太い凸モールドでまるでガイドのような存在感なのだ。筋彫りし直すならこの上から掘れるくらい太い。ただパネルラインの解釈が合っているかは少し怪しいのだ。コックピット周りはどうでしたか？ほぼ座席だけという割り切り仕様なのだ。上級車であればディテールアップ前提で作り込む余地が十分あると思うのだ。パイロットを乗せて蓋をする運用ならクリアパーツ自体の厚みもあるので気になりにくいかもですね。そうなのだ。キャノピー越しに見える範囲は狭いのでパイロットを乗せれば雰囲気は十分なのだ。その他に気になった点はありましたか？脚庫がだいぶスカスカなのだ。ここも上級者が手を入れたくなるポイントだと思う。なるほど。ネットでは魚雷剣下部のディテールが物足りないとか機種の 12.7mm 機重工の扱いがどうかなども議論されているわね。そうなのだ。とはいえ72分の1スケールで G55 そのものがかなり貴重。さらに雷撃型 G55S ともなればなおさらレアなのだ。他にはソード製やスペシャルホビーもありますけどね。 G55S に限って言えばスペシャルホビー金型を使ったフライングマシーンズからもリリースされているのだ。そちらの方が精密なんでしょうけど価格や入手制で厳しさがありますね。そうなのだ。スーパーモデル版は中古市場でもまだ手が届きやすい値段で見かけるので敷居は低いと思う。まとめると古いキットながらプロポーションは良好。組み立て自体はシンプル。ただし細部のディテールは控えめなので上級者が手を入れる楽しみもあるキットだと感じたのだ。なるほど。値段もこなれているし題材勝ちという意味でもコレクションに入れて損はない一箱ですね。では動画を最後までご視聴していただき
ありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。